こんにちは、皆さん。今日は私の朝のルーティンについて話したいと思います。ルーティンというのは毎日同じようにする習慣のことです。朝起きてから仕事に行くまでの間にいつもしていることを紹介します。簡単な日本語で話すのでぜひ聞いてください。1番、運動の習慣。私の朝は毎日同じように始まります。私は朝6時に起きます。早く起きると時間に余裕ができて一日が気持ちよくスタートできます。最初は少し眠いですが、ゆっくり体を動かすとだんだん目が覚めてきます。朝の空気はとても静かで気持ちがいいです。外の音も少なくて落ち着いた時間です。この時間が私はとても好きです。朝早く起きると自分の時間を大切にできると感じます。私は毎日できるだけ運動をするようにしています。運動をすると体が元気になって気分も良くなります。特に朝に体を動かすと、その日一日がとてもいいスタートになります。普通の日は私は公園まで歩いて行きます。外の空気を吸いながら歩くのはとても気持ちがいいです。そして公園で縄跳びをします。縄跳びは簡単な運動ですが、体全体を使うのでとてもいいと思います。皆さんは縄跳びを知っていますか？日本では小学生の時から子供たちはよく縄跳びをします。大人になるとランニングの方が人気になります。しかし私は縄跳びがとても好きなので大人になっても続けています。実は日本の若い人の中には朝早く起きない人もたくさんいます。そのため夜に運動をする人も多いです。しかし私は会社から帰るのが遅くてだいたい8時頃に家に着きます。だから夜に運動をする気にはなりません。でも天気が悪い日は外に行きません。雨の日は家にいて外で運動はしません。また冬で雪がたくさん降るときも安全のために家にいます。そのような日は家の中で軽い運動をすることもあります。そしてこのような日は運動の代わりに家事をたくさんすることが多いです。2番、朝ごはん。私は毎朝できるだけ朝ごはんを食べるようにしています。朝ごはんを食べると体が元気になって一日をしっかり始めることができます。時間がある日はゆっくり食べますが、忙しい日は簡単なものにします。私は料理が好きなので、よく自分で朝ごはんを作ります。よく作るのはパンと卵や野菜です。時々ご飯と味噌汁も作ります。私の家族は魚がとても好きなので、朝によく焼き魚を食べます。自分で作ると
好きな味にできるので、とても楽しいです。また、健康にもいいと思います。でも、いつも作るわけではありません。忙しい日や疲れている日は、コンビニやスーパーで朝ごはんを買うこともあります。おにぎりやサンドイッチ、ヨーグルトなどをよく買います。便利ですぐに食べられるのでとても助かります。朝ごはんを食べるときは、できるだけゆっくり食べるようにしています。食べながらその日の予定を考えたり、リラックスしたりします。この時間は短いですが、とても大切だと思います。3番、歯磨きとスキンケア。皆さんは普通ご飯の前に歯を磨きますか？それともご飯の後に磨きますか？私は朝ごはんの後に歯を磨きます。また、昼ご飯と晩ご飯の後にも磨きます。そのため、私の歯はとても白くて健康です。歯磨きの後、スキンケアをします。私は毎朝と毎晩スキンケアをするようにしています。スキンケアは肌のためだけではなく、気持ちを整えるためにも大切だと思います。毎日続けることで少しずつ肌の調子が良くなります。まず、顔をきれいに洗います。顔にはホコリや油がつくので、しっかり洗うことが大切です。優しく洗うと肌にいいと思います。洗った後、タオルで軽く拭きます。次に化粧水を使います。化粧水は肌に水分を与えます。手でゆっくりつけて肌になじませます。その後、クリームを使って水分がなくならないようにします。このステップはとても大切です。私は時々パックも使います。パックをすると肌がもっとしっとりします。時間がある時だけですが、リラックスできるので好きです。スキンケアの時間は自分のための時間です。ゆっくり行うと心も落ち着きます。朝にしっかりスキンケアをすると、一日中いい気分で過ごすことができます。これからも毎日スキンケアを続けたいです。そして健康で元気な肌を大切にしたいと思います。4番、一日の準備。仕事を始める前にいくつかの準備をします。まず、パソコンを開いてメールをチェックします。大切なメールが来ていないか、仕事に関係がある連絡があるかを確認します。メールを読むと、その日に何をしなければならないかがわかるので、とても大切な習慣です。次に、その日のスケジュールを考えてノートに書きます。やることを順番に書くと、頭の中が整理されて安心できます。仕事の日だけではなく、休みの日でもスケジュールを立てるようにしています。計画を立てることで、時間を大切に使うことができると思います。そして、
準備が終わったら服を着替えます。仕事の日はきちんとした服を着て気持ちを切り替えます。家で仕事をする日でもパジャマのままではなく、ちゃんと着替えるようにしています。そうするとやる気が出て仕事に集中しやすくなります。休みの日はスケジュールが少し自由です。家でゆっくりリラックスすることもありますし、友達と出かけることもあります。また、一人で美味しいレストランを探して食べに行くことも好きです。新しい場所に行くと気分が変わってとても楽しいです。このように毎日の準備とスケジュールは私の生活にとってとても大切です。これからも時間を上手に使って充実した毎日を送りたいと思います。それでは今日の朝のルーティンの紹介はここまでです。私の毎日の習慣はとても簡単ですが、この時間のおかげで一日を気持ちよくスタートすることができます。これからも自分に合ったルーティンを大切にしていきたいと思います。こんにちは、皆さん。今日は私の朝のルーティンについて話したいと思います。ルーティンというのは毎日同じようにする習慣のことです。朝起きてから仕事に行くまでの間にいつもしていることを紹介します。簡単な日本語で話すのでぜひ聞いてください。1番、運動の習慣。私の朝は毎日同じように始まります。私は朝6時に起きます。早く起きると時間に余裕ができて一日が気持ちよくスタートできます。最初は少し眠いですが、ゆっくり体を動かすとだんだん目が覚めてきます。朝の空気はとても静かで気持ちがいいです。外の音も少なくて落ち着いた時間です。この時間が私はとても好きです。朝早く起きると自分の時間を大切にできると感じます。私は毎日できるだけ運動をするようにしています。運動をすると体が元気になって気分も良くなります。特に朝に体を動かすと、その日一日がとてもいいスタートになります。普通の日は私は公園まで歩いて行きます。外の空気を吸いながら歩くのはとても気持ちがいいです。そして公園で縄跳びをします。縄跳びは簡単な運動ですが、体全体を使うのでとてもいいと思います。皆さんは縄跳びを知っていますか？日本では小学生の時から子供たちはよく縄跳びをします。大人になるとランニングの方が人気になります。しかし私は縄跳びがとても好きなので大人になっても続けています。実は日本の若い人の中には朝早く起きない人もたくさんいます。そのため夜に運動をする人も多いです。
しかし、私は会社から帰るのが遅くて、だいたい8時頃に家に着きます。だから夜に運動をする気にはなりません。でも、天気が悪い日は外に行きません。雨の日は家にいて外で運動はしません。また、冬で雪がたくさん降るときも安全のために家にいます。そのような日は家の中で軽い運動をすることもあります。そして、このような日は運動の代わりに家事をたくさんすることが多いです。2番、朝ごはん。私は毎朝できるだけ朝ごはんを食べるようにしています。朝ごはんを食べると体が元気になって一日をしっかり始めることができます。時間がある日はゆっくり食べますが、忙しい日は簡単なものにします。私は料理が好きなので、よく自分で朝ごはんを作ります。よく作るのはパンと卵や野菜です。時々ご飯と味噌汁も作ります。私の家族は魚がとても好きなので、朝によく焼き魚を食べます。自分で作ると好きな味にできるので、とても楽しいです。また、健康にもいいと思います。でも、いつも作るわけではありません。忙しい日や疲れている日は、コンビニやスーパーで朝ごはんを買うこともあります。おにぎりやサンドイッチ、ヨーグルトなどをよく買います。便利ですぐに食べられるので、とても助かります。朝ごはんを食べるときは、できるだけゆっくり食べるようにしています。食べながらその日の予定を考えたり、リラックスしたりします。この時間は短いですが、とても大切だと思います。3番、歯磨きとスキンケア。皆さんは普通ご飯の前に歯を磨きますか？それともご飯の後に磨きますか？私は朝ごはんの後に歯を磨きます。また、昼ご飯と晩ご飯の後にも磨きます。そのため、私の歯はとても白くて健康です。歯磨きの後、スキンケアをします。私は毎朝と毎晩スキンケアをするようにしています。スキンケアは肌のためだけではなく、気持ちを整えるためにも大切だと思います。毎日続けることで少しずつ肌の調子が良くなります。まず、顔をきれいに洗います。顔にはホコリや油がつくので、しっかり洗うことが大切です。優しく洗うと肌にいいと思います。洗った後、タオルで軽く拭きます。次に化粧水を使います。化粧水は肌に水分を与えます。手でゆっくりつけて肌になじませます。その後、クリームを使って水分がなくならないようにします。このステップはとても大切です。私は時々パックも使います。パックをすると肌がもっとしっとりします。
時間がある時だけですが、リラックスできるので好きです。スキンケアの時間は自分のための時間です。ゆっくり行うと心も落ち着きます。朝にしっかりスキンケアをすると、一日中いい気分で過ごすことができます。これからも毎日スキンケアを続けたいです。そして健康で元気な肌を大切にしたいと思います。4番。一日の準備。仕事を始める前にいくつかの準備をします。まず、パソコンを開いてメールをチェックします。大切なメールが来ていないか、仕事に関係がある連絡があるかを確認します。メールを読むと、その日に何をしなければならないかがわかるので、とても大切な習慣です。次に、その日のスケジュールを考えてノートに書きます。やることを順番に書くと、頭の中が整理されて安心できます。仕事の日だけではなく、休みの日でもスケジュールを立てるようにしています。計画を立てることで、時間を大切に使うことができると思います。そして、準備が終わったら、服を着替えます。仕事の日は、きちんとした服を着て、気持ちを切り替えます。家で仕事をする日でも、パジャマのままではなく、ちゃんと着替えるようにしています。そうすると、やる気が出て、仕事に集中しやすくなります。休みの日は、スケジュールが少し自由です。家でゆっくりリラックスすることもありますし、友達と出かけることもあります。また、一人で美味しいレストランを探して食べに行くことも好きです。新しい場所に行くと気分が変わってとても楽しいです。このように毎日の準備とスケジュールは私の生活にとってとても大切です。これからも時間を上手に使って充実した毎日を送りたいと思います。それでは今日の朝のルーティンの紹介はここまでです。私の毎日の習慣はとても簡単ですが、この時間のおかげで一日を気持ちよくスタートすることができます。これからも自分に合ったルーティンを大切にしていきたいと思います。